Hello，大家，伪装的真实之吻第3集，小梁和小泉的比拼正式开始了。两个人都使出了浑身解数，想要让对方沦陷在自己的16群下。虽然他们是男的，不过呀，就在上一集片尾的时候，小梁似乎在跟一个叫陆的男人传讯息，似乎要给目前一团糟的局势再添一把火。我们就继续来享受这场混乱吧。俺はって言うとでも思ったかバカ。じゃあね。你确定不是自己害羞了才这样子打破气氛吗？他项链留在这。例えばパッケージの一部を切り取った写真や商品のシルエット映像を毎週公開してい没在专心工作的，都在走神想这些。首藤さん、え？四谷さんと何かありました？四谷？なんで？いや、なんとなくなんか最近お二人の雰囲気がいつもと違う感じがして。別に。他很关注小梁跟小泉的关系耶。お、连这么微妙的气氛的改变都被他观察到了。なんで？お前昨日うちにネクタイ置いてったぞ。そんなの黙って会社に持ってくりゃいいだろ。なんだよ、わざと置いてったんじゃないんだ。じゃあ今から会社に持ってこいよ。いや、今の出先だから。哎呦，あ、じゃあ行くわ。哦，小梁太会掌握这个节奏了吧？还故意让这边的小泉听到电话那头的女生的声音。四谷さん、何でした？忘れた。早くしてくださいよも飲み行きませんか？う。ああ、俺この後クライアントのパーティーに顔出すから。若くしてワイナリーを継ぐことになった正木社長ですが、代表になって意識の変化はありましたか？ナイトハーベストを行うようになったのも、より上質なワインを作るためのこだわりですか？そうです。お久しぶりです。刚才小梁待的地方跟这里的装潢有点像哦，他该不会在这里巧遇吧？首藤さん、お疲れ様です。あ、お疲れ。四谷？四谷って。四谷。おお、もちだ。久しぶり。久しぶり。ああ、首藤さん、来てくださってありがとうございます。お疲れ様です。二人とも知り合い？うわー、めっちゃハモった。持田さんって。もう大学の同期。首藤さんは僕の取引先。同じ会社なんです。名刺見りゃわかんだろ。いや、たくさんもらうからわかんないよ。四谷とは大学時代下宿先が同じでよくつるんでたんですよ。そうだったんですね。所以这位就是要加入战局的帅哥是吧？今やうちのやり手営業マンだからな。誰慣れしくすんの。うるせえな。四谷が言ってた高校時代からのライバル。え？四谷が俺の話を。頭が良くて勉強もできるけどちょっとだけ性格がきつくて闘争心が強いライバルだって。田中さん。あ、逃げた。お二人とも何かを争うタイプには見えないですし、ライバルっていうのはなんだか意外でした。四谷は昔から平和主義って感じでしたし、それでいて女の子にもモテるんですよね。他们两个也只会跟彼此争而已啊。はじめまして。そういう意味では首藤さんとライバルっていうのはちょっとわかります。ブレイズロジックの首藤さんですよね。一度お話ししたいなと思ってました。哎呦，それまでワインは知識ある人しか語っちゃいけないみたいな。眼前两个美女都没有办法拉回你的注意力哦。四谷とは大学時代下宿先が同じでよくつるんでたんですよ。你再不专心听人家讲，你在客户面前又要失礼了啦。あー、すいません、ぼーっとしてしまって。今日はこの辺で失礼させていただきます。哎呀，现在满心满眼都是你呀、お前と話したとこ可愛かったな。哎呀，你有在注意他。こういう意識が高い企業だとパーティーに来る女の子のレベルも高いからな。酸溜溜的。お前と話した子も可愛かったな。哎呦，你也有在注意我。この後一緒に飲みに行きませんかって誘われちゃってさ、見かけによらず肉食だよな。善が行くなってんだ。行くなよ。哎呦，我也不知道为什么我不希望你去，但是你去我也不高兴。什么？什么？
俺だけにしろって言ったろ。这是在别人公司的厕所啊！哦，いつまでもやられっぱなしだと思うなよ。天哪，小泉，你比我想的还猛。反応してるくせに。どうすんの？女の子たち待ってるんじゃない？ちょっと待って、まだシャワーも。セックスはしねえから。もし男にはまったら責任取れない。小梁其实还有保持着理智哎，还在想着要如何占上风。やめろよ。なんだよ。シャワー浴びてくる。受不了了，你们做整套吧。天哪，原来你是个痴汉呐！初めから俺の負けなのに。りょう、お前首席入学じゃなかったらしいな。哦，他是在这么高压家庭下成长出来的。すみません。难怪他努力在大家面前做平和的人，因为他自己其实没那么喜欢竞争的氛围。君が首席の首藤君、四谷です。よろしく。哇，意外と向きになるんだね。次は絶対に勝つからな。首藤君大丈夫でした？ああ、はい、軽い貧血だったみたいですけど早めに返しました。ずっと勉強漬けでここんとこほとんど寝てなかったらしくて、お兄さんも優秀だったからですかね。ああ、首藤レイ。他知道对方有跟自己类似的处境，慢慢开始对对方越来越有兴趣，心疼他，也欣赏他。そのプライドの高さも自信家のところも相当な努力の上で成り立っていることを知った。而这个时候的小泉也注意到了这个懂他的男生。言いました。そうか、それはよかった。照れた？照れてる顔してるよ。照れてる照れてる。お前もそうだ。俺はただ親の期待に応えるために死なだけで。同じ努力をするならさ、親の期待とかじゃなくて、俺のライバルでいようと努力した方が良くないか？哎呀，两个成为竞争对手还是小泉先提的啊。お前が親の期待に応えたところで、親がお前の期待に応えてくれるわけじゃないんだろ。所以他们决定开始彼此竞争，彼此满足彼此的期待。まあまだライバルにもなれてないけどな。絶対超えられるようにしてる。お前じゃ無理だよ、お前じゃ無理だよ。帰ったかと思った。まだ勝負する気があるってことかな。体きっかけだって十分。俺は心からお前が欲しいの。哎呀，え？就这么突然认输了。もう少し体以外の落とし方を覚えろよ。自分を安売りしすぎだ。哎呀，褒められ慣れてなくて照れてるお前の顔見るのが好き。突然暧昧。他には自信あんならもっと口説いてみろよ。俺のこと。我给你机会，快点啊！ドキッとした。いつもプライドが高くて自信家なところも裏では相当な努力家って分かってるから、親の期待に応えるためじゃなくて俺のライバルであり続けるように努力をした方が、あの頃から今でもお前の存在が刺激になって。好不习惯哦，他们两个居然这样子在对话哎。あれはただお前が俺と一緒で不毛なコンプレックスに苦しんでるって思ったからだよ。今こうして自分に自信が持ててるのは劣等感ばっかりだった俺にいろんな感情を教えてくれた。哎，也是有点不习惯这样讲真心话哦。但是你成功撩到小梁了，虽然这一位早就被你攻略了。何もしないから少しだけこうさせて。真的不要做什么吗？本来最色的开头，现在最温馨的结尾了吗？ジャムはずっと俺にとって特別な存在なんだ。
这一集进度神速啊！首先呢，那位池田路，我知道他们是什么关系了，没想到是这么有趣的关系哈。他们三个，感觉他后面应该还会再出现，毕竟上一集结尾这么一个神秘的登场，再到这一集这么有趣的亮相，感觉就是一个很重要的人物。我期待这个角色还会对后面的故事产生什么样的作用哈。再来，当然就是本集重点，两个人呢从开始激情的，本来要在别人的公司厕所就开坐了，结果还突然去开房间，但是在房间里面进行到一半还突然踩刹车，然后开始温情告白。一切的一切呢，也并没有什么很有逻辑的故事，一个事件接着一个事件推动下去，其实也就是他们两个情绪一来，就直接在别人家公司醋意大发，然后就开始动手动脚了，然后到了房间里也是情绪到了，就开始温情告白了。我从以前就很欣赏你呀，你从以前对我来说就是一个我欣赏的对手啊。但是你说会不合理吗？其实也不会，感情这种事情哪有讲什么逻辑的啊？确实就是情绪来了就做当下该做的事情，反正有助于他们感情升温，那就是好的。本来以为这样子一个以大尺度为噱头吸引观众的戏码可能感情戏的部分会稍显薄弱哈，但是并没有。目前看下来，我觉得他们感情的描写很细腻呢。两位少年都因为各自的家庭因素而有不少的学业压力，而来到了学校之后呢，遇到了彼此，仿佛看见了另外一个自己，于是就越走越近，也给他们的竞争、他们的拼搏赋予了另外一项意义。原来其实他们两个互相竞争，某种程度上是他们两位少年互相救赎的方式，不要让学业的压力、竞争的压力就这样子淹没了自己，好歹给他赋予一个属于他们两个的意义。家里的期待、父母的期待，仿佛像无底洞一样，怎么都满足不了。但是彼此之间呢，每一轮的比拼之后，就会有一轮的胜负，就可以得到一轮的收获。就这样子一次又一次下去，让他们两个可以在充满压力的岁月里面，一步又一步的往前走，同时也一步一步的走进了彼此心里。行了，这一集就看到这边。我是没想到第3集他们两个就会这样子温情告白，讲出心里话了。那再期待在这一集过后，两个人的关系还会有什么变化吧。下次见，拜拜。